子ども家庭庁の存在意義感じられません。本当に少子化を解決した優秀な政治家っていないんでしょうか。菅首相が作ろうとした時には存在意義があったんですけど、その存在意義通りにやらない今の女性の方、威勢のいいことを言っていた三原純子さん、あの長官のせいなんじゃないですかね。確かAI を使って児童虐待をされてるかどうかを判定するシステムみたいなやつを4件かなんかで発注して使えませんでしたって言ってお金全部飛んだんですよね。ほんとね、無能が集まるとすげえなと思うんですけど、 AI がどうこうの前にアンケートを取ってそのアンケートでどう判断するか。 AI というのは万能ではないんですよ。例えばじゃあ頭のいい子供と頭の悪い子供の食べてるものというのを比較してみましょう。頭のいい子供100人が毎日こういうものを食べてます1年間。頭の悪い子供が毎日こういうのを食べてる1年間。で、このデータを調べると、頭のいい子って実は牛乳多く取ってるよねとか、なんだかんだ言って肉食ってないよねとかっていう正解がわかるんですよ。なぜ正解がわかるかというと、頭のいい子という正解のデータがあるので、この正解のデータと頭の悪い子のデータの差を見ることで、頭のいい子というのはこういうものを摂取しているのがわかるんですけど、児童虐待をされてる子のデータがそもそもないんですよ。じゃあ児童虐待されてますって全員にアンケートで100個質問して、で児童虐待されてない子に100個質問して、でそこのアンケートには差があるんだったら、じゃあこういう風なことを聞いたらいいよねってなるんですけど、そもそもの児童虐待されてる子に100個アンケートを取りましたとかっていうのをやってないんですよ。なので教師データって言い方をするんですけど、正しいデータというのはこういうものですよ、正解というのはこういうものですよ、じゃあその正解に近づくためにどうすればいいですかっていうデータがそもそもないんですけど、データがそもそもない状態で、よしじゃあアンケートを子供に取ってみよう、で子供に取ってみて100個の質問取ってみました、この中から児童虐待を探そう。いやそれ人間でも分かんねえよ、人間でも正解が分からないのを AI で分かるわけないよねっていう話で、そもそもの最初のシステムの設計とかプロジェクトの設計に多分多少お金を払ったら、まともな社会系の研究やってる人にお金を払ったらそこの設計ぐらいやってくれたと思うんですよね。そこの要件定義の方をある程度やって、でその後開発をするっていうのにお金つぎ込んでやりますなんですけど、そこの要件定義がそもそもできてないっていうので、やっぱ頭の悪いやつに金持たせると本当失敗するよねっていう。でも多分三原純子さんはこれに対して一言も言わないと思うんですけど、結局自分が失敗してることに関してそれ良くないよね、なんとかしなきゃいけないよねって思ってる政治家って少ないんじゃないですかね。自分が失敗して、じゃあどうやったらその失敗がしなくて済むかとか、どうやったらうまくいくかっていうのを思ってるわけじゃなくて、なんとなく回ってきたポストに座ってて、で何年か長官としての給料もらって、で次別の席が回ってきたらそれやればいいよねみたいな話だと思うので、なのでそういう人にみんなが投票するからしょうがないんじゃないですか。中抜きもらってるかどうか知らないですけどね。子ども家庭庁とか公金中中トレーニングともですが、無駄遣いキックバック裏金3期より毎年6兆も7兆も使って少子化一切止まらないどころか過去最低更新つけてるんだから、新生児70万人1人当たり500万毎年上げるとか、20未満の人口1710万人に1人当たり50万毎年上げるとかやった方が国民家庭庁より金の流れがいいと思うんです。どう思いますか。はい、僕もそう思います。裏は取ってないんですけど、ツイッターで流れてたやつで、少子化対策広報予算とかで電通に数億円とか流れてるんですよね。多分入札をしたので博報堂とかも入札してると思うんですけど、結局どうやって少子化対策をするかというより、広告代理店にお金投げればいいんじゃねみたいなので、広告代理店にお金投げるという方向に子ども家庭庁のお金が使われてるらしいんですよね。結局僕も子供を産んだ人にお金をあげるとか、子供を産もうとしている家庭にお金をあげるとかっていう形のがいいと思うんですけど、広告代理店にお金投げるとチヤホヤしてくれるんですよ。例えば東京都のプロジェクションマッピングも10億円ぐらい使ってんだっけ。広告代理店博報堂だか電通だかに11億とか払ってるんですけど、であれやるとテレビが小池さんの悪口言わなくなるんですよ。テレビっては電通博報堂のコントロールが割と効いてるというか、広告枠自体電通と博報堂が買ったりするので、そこでいや小池さん悪く言っちゃったりするとちょっとスポンサー枠取りづらくなりますよみたいなことを言うと、じゃあ小池さんワクチンのやめようみたいになったりするんですよね。なんで日本の政治家ってすぐ電通とか博報堂とかにお金を払おうとしがちなんですよ。で結果として子ども家庭庁の予算もそういう方向に使われてるんじゃないかなっていうね、口止め料として払われてるんじゃないかなみたいなのがあって、僕子ども家庭庁というか子ども庁自体は賛成なんですよ。菅さんがもともと子ども庁を作ろうっていうので
で子供を産むということを少子化対策するというのをやろうということは賛成だったんですけど、でそこで統一教会の支援をしている自民党の議員たちが子ども家庭庁という形で家庭という言葉を入れたんですよ。でその結果、子供が増えることに対してお金を使うのではなく、家庭に関してお金を使うよねっていう形にして、子供以外にお金を使える枠を広げたんですよね。その結果、結局じゃあ幸せな家庭という形の広告みたいなのでもお金が落ちますとか、広報でお金落ちますみたいになって、子ども庁というものが悪いというより、子ども庁というのを子ども家庭庁に変えるとか、子どもを増やすということ以外にお金を使えるようにしてしまったっていう枠組みとか、子ども家庭庁長官にもかかわらず電通と学校堂にお金を払うという決定をした三原純子さんだっけ、タレントの人っていうところが悪いだけで、子ども庁の考え方自体が悪かったわけではないんですけど、結構子ども庁が悪いという言われ方をしちゃうんですよね。なので本来作る時の意思としては悪くなかったけど、その後に関わった人たちが骨抜きにして悪いことにしてしまったって話かなと。統一教会はね、すぐ家庭っていう言葉を入れたからですよ。最近少子化対策でメディアが賑わっています。学費支援とかならわかるのですが、これから子供を増やすとなると30年後とかの長期スパンになると思います。はい。30年後の方策に期待するよりもテクノロジーに頼った方が、例えば AI 搭載のラブドールとか遺伝子組み込むのクリーンロボットに未来を託した方が合理的と考えますが、どうでしょうか。 AI 搭載のラブドールとか遺伝子組み込むのクローンロボットっていうのが仮にできたとしても子供は増えません。まずラブドールを多くの人が使うようになると少子化は加速します。で、遺伝子組み込むのクローンロボットっていうのは別に遺伝子組み込む必要ないんですよ。労働力が足りないというのが問題なのであれば、それはロボットでいいよねってなるんですよね。ロボットで解決するかというと、少子化問題の労働力が足りないという問題ってそんなに大した問題ではないんですよ。労働力としてのロボットってじゃあ AI 化しますよとか IT 化しますよっていうのでいくらでも来てる問題で、問題は消費者が減ることなんですよ。消費者がいなくなるとその国に商品を出してもしょうがないという話になるんですよ。例えばじゃあ日本が毎年毎年 5% 人口が減りますってなったとして、日本に出店したとしても一生懸命頑張ったとしてもお客さんが 5% ずつ死んでいくんですよ。1000人お客さんを一生懸命集めたとしても、でも毎年毎年 5% だから50人が死んでいくんですよ。でなると2年で100人減るじゃないですか。したらその国出店しない方がよくねってなるじゃないですか。そうすると外国は日本に出資しなくなるんですよ。で、じゃあ若い子が俺今度事業を立ち上げるんだと思った時に、事業をやったとして日本でやっても毎年毎年 5% 売り上げが減っていくってなったら、あ、これアメリカでやった方がいいわとかインドネシアでやった方がいいわってなっちゃうんですよ。っていう感じで抜けれるんですけど、でさらに農業とかも、農業って売り上げって基本的には増えることほぼないんですよ。人間の口が増えない限り食う量って増えないじゃないですか。この農園のキャベツが売れるよねとか、この農園のものが美味しいよねとかで多少の増減はあるんですけど、野菜とかに関しては外国に輸出できる野菜、高級なやつですね、一般的に売られてるような野菜っていうのはほぼ日本国内で消費されるんですよ。もやしなんかを中国に輸出したとしても輸出のコストが高いので、そうするともやし作ってる人たちっていうのは日本全国で 5% ずつ売り上げが減ってくるんですよ。農家をやってる人っていうのはどう頑張っても全体の売り上げは 5% ずつ減っていくんですよ。で、他が潰れてしまったおかげで多少楽になるよねっていうのは一時的にあるんですけど、それは結局でも全体の飯を食う量は増えてないのでどんどん減っていくんですよ。なのでこれは AI でロボットがどうこうじゃなくて、消費者が減るということ自体がこの国やばいよね、投資してもやばいよね、この国で仕事してるのがやばいよねになっちゃうんですよ。農家継がねえかって言われた時に、毎年毎年売り上げが減っていく仕事するのって怖いでしょってなっちゃうから、じゃあ農家を継がないという選択肢になるんですよ。で、そうすると農作物が多少高くなるだったらまだいいんですけど、農作物が手に入らなくなるようになるんですよね。北欧とかイギリスとかアイスランドとかっていう農作物が作れない国って野菜めちゃくちゃまずいんですよ。冷凍とかその缶詰ぐらいしかないから。で、今の日本はまだ農作物が例えばキャベツとか出来が悪いから高いよねっていうレベルなんですけど、でもお金を払えば美味しいキャベツがまだ庶民は食えるんですよ。でもお金を払ってももう美味しいキャベツは食えません。食いたいんだったら他の国に行ってくださいみたいな国になっちゃうんですよ。っていうのがもうこの先確定してるんですよ。これがこうなったらやばいよねって話を僕が今してるんじゃなくて、こうなるのが20年後まで確定してます。
なぜなら、今、0歳の子が20歳になるときに、日本人何人になってるかっていうのは確定してるんですよ。こんな未来怖いよね、みたいな、不確定な未来を話してるわけじゃなくて、20年後こうなりますって話を僕は今してます。今年の日本人の出生数が下手したら60万人台になるって言われてるんですよね。劇的な速度で子供減ってるんですよ。で、高齢者の寿命は減ってないんですよ。なので、高齢者はどんどん増えていって、子供はどんどん減るっていうのがあって、で、20年後にどうなるか。20歳以上の労働者の人数っていうのは、もう今の時点で計算可能なんですよね。で、計算の過ちがあるとしたら、20歳以下の人がもっといっぱい死んだ時。例えばどっかの国が核爆弾を落として若い人たちが死にましたってなったら若い人減るんですけど、今0歳の人っていうのが突然2倍になることはないんですよ。なので、この未来予測は悪くなることはあっても良くなることはないんですよ。0歳の人が5歳になった時、突然クローンになって2人に増えるとかってないじゃないですか。なので、5歳が減る可能性あるんですよ。事故とか戦争とか疫病とかでね、コロナみたいな。でも5歳が増えることはないんですよ。っていうのを笑いながら話してますけど、移民を入れるっていう可能性がね、多少ありますけど、日本はちょっと移民入れるのは難しい国なので。なので、そういう意味でいくと、なかなか難しいんじゃないかなと思ってるんですけども、それを変える気が政治家の人はないので、しょうがないんじゃないかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。